解熱剤を飲んでもいいですか？多分あんまり意味がないと思う。まだ見つけてないけど。はい、今日はワクチンを打つんですが、ちょっとね、打つ前に解熱剤を買おうということでファーマシーに寄ってます。いやね、ちょっとね怖いです。買ってきました。頭痛薬か、これは関係なくてタキピリーナ。高かった？いや、5ユーロ。あ、安っ。安いよ。さあ行こうか。はい。ドキドキしない？はい、ワクチン接種会場に来ました。なんか多分もともとエクスポとかそういうの行われるとこだったのかな。ここで一括でみんなで受けることになってます。私たちはね、今6とか書いてるじゃないですか。 M、 ここですね。ここで受けます。結構人いるね。行こうか。ここから入っていきます。なんか就職活動の会場みたいな、ね。すごいね。時間が書いてあるね、あそこに。確かに。これは歴史的な瞬間だと思います。一応この会場に来る前にこういうね、用紙を渡されて、問診票みたいな、今日元気ですかとか、あとはこのワクチンに含まれるなんか成分で不安ありますかとか、今までワクチン受けた時に倦怠感ありましたかみたいな、そういうのをね、各問診票もあらかじめ書いてここに来ます。これが一応ワクチンの接種の同意書みたいなやつで、例えば今日打つワクチンはこれですけど、あなた同意しますかとかっていうのを多分当日注射打つ前に聞かれて、例えばワクチンの種類によってはいいえ、なんか同意したくありません、打ちたくありませんって言って、ここに名前を書く欄があります。この時間が11時半になったら行きます。そろそろ時間なので行きます。目の前まで来ました。ドキドキ。そこが受付だよね。ね。はい、今ワクチン接種終わりました。痛かった？いやー、あんまりちょっとチクチクしたけど、まだ中に何か残ってるような感覚はあるけど、ね、それ多分気のせいだと思う。気のせいか。あと15分くらい待たなきゃね。はい。どうですかこれ？痛々しい？まあタトゥー入れたの入れてない。ついでに。簡単にワクチン接種までの流れを紹介すると、まずあそこのグレーのブースにて看護師さんと問診をし、受けるワクチンの種類や2回目のワクチンの日程を決めます。その後で手前の白いブースに移動してワクチンを打ちました。これは白いブースの目の前で撮った映像なんですが、赤がファイザー、黄色がジョンソン&ジョンソン、青がアストラゼネカと書かれており、ワクチンごとにブースが用意されていました。この時はファイザーのブースにしか人がいなかったんですが、どこのワクチンですかと看護師さんに聞かれたので、ファイザー以外にも選択可能なのだと思います。ワクチン接種後はこの待合室で15分間待つように言われて、問題なければ帰宅するという流れでした。はい、では10分経ったので帰りましょう。いやー、なんかね、ちょっとピリッとしびれる感じはするんですけど、ピリッと。さほど痛くもないので、多分夜ちょっと熱が出るかな、出なかったらいいけどという感じで終わりそうな気がします。彼らは車を持っておりませんので、この自転車で帰ります。俺ワクチンを受けた人で自転車で帰ってる人見たことないんだけど。はい、帰宅しました。チャオ。ワクチン接種終わって帰ってきました。傷跡っていうか接種跡はこんな感じです。
今はね特に体調の変化とかもないですね。気分が悪いとか熱があるとかもなくてですね、ちょっと手上げたらちょっとピリピリするなっていう感じはありますね。筋肉痛のような。それ以外は特にないので、至って変わらずといった感じですかね。看護師さんの話によると12時間後くらいから熱が出たりする人もいるっていう話があったので、ちょっとこのままカメラを1時間おきくらいに回して体調の変化も撮っていきたいと思います。2時ですね。ちょうどワクチン打ってから2時間か3時間くらい、3時間かな、経ちました。調子は悪くないね。普通だね。あれも、結構ね、痛み収まったね。俺はちょっとあるけど、でもそんな大したことないかな。真っ赤になってる。なってないよ。はい、今ですね4時の8分です。先ほどから1時間ほど経ちました。痛くなってきましたね。はい、これ嘘じゃないです。こういうのは病は気から系かなと思ったんですけど、これは気のせいで痛いっていうわけじゃなくて、ツンツンツンって叩かれてる感じの痛さですね。あとこの耳のね、ここが痛くなってきたんで、単純にこのパソコンしてるので肩こりとか目の疲れから来てるのか、それともねワクチンのせいなのかちょっと謎ですけど、いやー夜がちょっと怖いですね。はい、今ワクチン接種して6時間くらい経ちました。アイスがね食べられるくらい、食べに来れるくらい元気なので、さほど体調悪くないです。7時7分です。ワクチン接種してから7時間経ちました。変化特になしです。ちょっとまた痛いだけです。多分これ夜12時くらいまで変わらないと思うので、ちょっとねこの後からはスキップして、何か変化があり次第記録として動画撮っていこうかなと思います。はい、12時19分です。ワクチン接種をしてからちょうど12時間経ちましたが無事です。それもうね、寝る前で顔がひどいのでカメラ越しですいません。はい、皆さんおはようございます。今は7時58分です。昨日の12時くらいは腕全然大丈夫だったんですけど、やっぱ寝てる間に結構ひどくなってきて、寝返りを打ったタイミングでこっちの左側が下になるとやっぱそこは痛いんですね。なので結構ね何時間かおきに起きちゃって、そのせいで頭痛かったりちょっと倦怠感があるので、ワクチンによる倦怠感はないんですけど、この腕の痛みで寝れないことでちょっと体調があまり良くないです。12時35分ですね。ちょうど昨日ワクチン接種を受けてから24時間経ちました。相変わらず筋肉痛のような痛みは続いてるんですけど、その他ね発熱とか倦怠感とかないので、本当打って2時間経った後に始まったこの筋肉痛がずっと続いてる感じだけです。もちろん個人差はあると思うんですけど、私の場合はこんな感じで24時間目を迎えてます。で、この筋肉痛すごい面白いなと思ったのが、前に上げるときは全然問題ないんですね。あと後ろも。ただ横に上げようとすると痛いんですね。これ以上上げると痛いので、面白いですよね。なんでこの方向性が痛みの方向性が違うのかってちょっと面白くないですか？で横できないのでポケット入れるじゃないですか。で上げて取ろうとした時に上げすぎると痛いっていう、ほんと些細な全然日常生活に問題出ないんですけど、この痛みのね方向性がすごい面白いなって個人的にちょっと思ってしまいました。2日後の夜7時45分ですね。なので48時間はとっくに過ぎて56時間くらい経ちましたね。もう完全に筋肉痛はなくてですね、ラジオ体操もできるし、何でもできます。ただちょっと48時間経つギリギリくらいにちょっとねこの太もものここがちょっとピリピリと痛くなったので、もしかしたらこのワクチンの肩に打ったものがもしかしたらこっちのね半分に影響を与えてるのかもしれないななんてちょっと考えました。ということでちょっと48時間経ったんですけど、特に筋肉痛以外私はなく過ごせました。
はい、ということでイタリアで1回目のファイザーワクチンを接種した時の様子とその後の体調の変化を動画にまとめました。本動画はあくまでも私の住む北イタリアの特定の町のワクチン接種事情であり、イタリアすべてが同じような状況ではないことをお知りおきください。また、ワクチン接種後の体調の変化も個々人で変わってくると思いますので、あくまでもあちおチャンネルのあちおはこうだったんだなくらいで見てくださると幸いです。では長くなりましたが、この辺りで失礼します。